他の惑星で人間は何秒生き延びられるのか。地球を一歩出た瞬間、命のタイムリミットが始まる。この宇宙に人間が生き延びられる星はあるのか。火星、数週間の希望、そして孤独。地球の隣にある希望の星。でもそこに待っているのは寒さと沈黙、そして孤独死のリスクです。火星は太陽系の中でも人類が最も移住を夢見た惑星です。赤く乾いた地表、薄い大気、氷のような水の痕跡。確かに他の惑星と比べればまだマシに見えます。しかし実際に生き延びるのは簡単ではありません。まず火星の大気には酸素がほとんどありません。主成分は二酸化炭素で、人間が吸えば数分で意識を失います。当然酸素供給装置なしでの滞在は即死に等しい状況です。また地球にあるような磁場が火星には存在しないため、宇宙から降り注ぐ放射線を防ぐ術がありません。たとえ宇宙服を着ていても、長期の滞在は遺伝子に深刻なダメージを与える可能性があります。数週間程度ならシェルターがあれば生きられる。それが現在の科学が出している限界の見積もりです。さらに気温は平均してマイナス60度前後、夜間にはマイナス100度を下回ることもあり、地球の南極よりもはるかに過酷です。そして火星の重力は地球の約3分の1。骨や筋肉は徐々に衰え、数ヶ月もすれば立つことすら困難になるでしょう。たとえ基地があっても、問題は人間らしく生きられるかという点です。一面の赤茶けた砂、沈黙の世界、誰もいない数千万キロの孤独。そこでは技術では補えない心の限界が問われます。金星、着地イコール即死の灼熱地獄。金星に降りた瞬間、人間はどうなるか。答えは簡単です。焼き尽くされ、潰され、消滅します。金星、それは地球の双子とも呼ばれた過去を持つ惑星です。大きさも質量も地球とよく似ている。しかしそれは表面的な話に過ぎません。その内部は太陽系で最も過酷な環境の一つです。まず気温、表面温度は平均で約470度。これは鉛を溶かす温度です。人間の皮膚どころか宇宙探査機の金属装甲すら数分で機能を失います。そして気圧、地表では90気圧、つまり地球の深海に相当する圧力が全方位から身体を押しつぶします。宇宙服を着ていても想定外の悪解によって一瞬で意識を失うでしょう。さらに問題なのが大気の成分です。金星の大気はほぼ二酸化炭素、しかも上空には硫酸の雲が広がっています。たとえ上陸に成功しても呼吸はできず、視界は曇り、全身は酸で溶かされていきます。探査機ソ連のベネラ13号はわずか127分で沈黙しました。これは人類が金星で生存できる限界を物語っています。人間であれば数分、いえ数十秒が限界でしょう。重力は地球とほぼ同じ。しかしそれだけでは生きられない。この惑星では存在すること自体が間違いなのです。美しく見える金星はまるで毒を含んだバラのような存在です。魅力に近づいたものは全て破滅する。そう言っても過言ではありません。木星、落ち続ける惑星、存在しない地面。木星に着陸する、その発想がすでに間違いです。そこには地面なんて存在しません。太陽系最大の惑星木星、その直径は地球の11倍以上、質量は318倍。その巨大さから宇宙の守護者とも呼ばれ、小惑星の衝突を防いでくれている存在です。しかしそこに人間が降り立つことは決してありません。なぜなら木星には地面がないからです。その正体は主に水素とヘリウムでできた巨大なガスの球体。上空を飛ぶことはできてもどこかに立つことは不可能です。仮に探査機が突入したとしてもひたすら下へ落ち続けることになります。降下するにつれて気圧は急激に上昇し、数百キロ進むだけで地球の何千倍という超高圧が襲いかかります。そして熱、内部の温度は数千度にも達するとされており、降りれば降りるほど即死の確率は跳ね上がります。 NASA のガリレオ探査機は木星の大気に突入してからわずか58分で交信が途絶えました。その時点でも木星の表面には達していなかったのです。つまり探査機ですら沈んだのです。そして磁場、木星は非常に強力な磁場を持っており、地球の1000倍以上の放射線が渦巻いています。この磁場による放射線だけでも数時間で人間の細胞は壊滅的なダメージを受けるでしょう。木星に降り立つというアイデアは現実的には落下して消滅するという結末に過ぎません。そこは惑星ではなく重力とガスと絶望が支配する異常空間なのです。タイタン、凍てついた希望、生命の予感、液体の湖、大気、そして有機物。でも気温はマイナス180度。人間にとっては夢と投資が隣り合わせの世界です。タイタン、それは土星の最大の衛星であり、
太陽系で唯一液体の湖が存在する天体です。その湖は水ではなくメタンとエタン、つまりガス燃料が液体となって満ちています。地球外で初めて雨が観測された場所、地表には川が流れ、雲が漂い、そして大気がある。この特徴は科学者たちにある疑念を抱かせました。ここには生命が存在する可能性があるのではないか。確かにタイタンは地球に似た多くの特徴を持っています。しかしその環境は生きるにはあまりにも過酷です。地表の気温は平均マイナス180度。人間の皮膚は瞬時に凍りつき、呼吸器系は数秒で機能を停止します。防寒服を超える特殊な体幹装備がなければ、一歩踏み出した瞬間に終わりが訪れます。また呼吸もできません。大気の主成分は窒素で、酸素はほとんど存在しません。無酸素環境での滞在時間は極めて短く、装備なしでは数十秒が限界です。それでもタイタンが注目される理由があります。それは地球と同じ気象循環があるという事実。気体が雲となり、雨となって地表に降り、また蒸発して空へ戻る。これは生命が定着できる条件の一つと考えられています。現在の科学で言えば、タイタンでの生存時間は装備が整っていても数時間が限界です。しかしこの星には単なる過酷さだけでなく、未来の希望が隠されています。冷たい死の星に見えて、その奥に眠るのは生命の可能性。それがタイタンという星の最大の魅力なのです。系外惑星、宇宙の果てにあるもう一つの地球、地球にそっくり。それ本当、名前は美しいけど現実は数分で即死かもしれません。系外惑星、それは太陽系の外、別の恒星を回る惑星たち。人類が第二の地球を探し続ける中で最も注目されている対象です。その中でも名を挙げられるのがトラキスト 1e とケプラー 452b。どちらも地球と似たサイズ、似た公転軌道、そして表面温度が理論上液体の水が存在しうる範囲とされています。しかしそれはあくまで望ましい条件が整っていればという前提の話です。例えばトラキスト 1e、この惑星は地球から約40光年離れており、大気や磁場の有無は未確認です。もしも大気がなければ強烈な恒星風にさらされ、地表に立った瞬間に細胞は崩壊します。一方ケプラー 452b は約1400光年先にあります。表面に水がある可能性も示唆されていますが、気圧、気温、重力は全て満ち、地球のように見えて実は超高重力や毒性大気に満ちている可能性すらあるのです。現時点ではどちらの惑星も理論上しか判断できません。もしも無防備な状態で降り立てば、生存時間は数分から数時間。それが最大限の見積もりです。結局のところ、名前が美しくても見た目が似ていても生きられるかどうかは全く別の話。宇宙に存在するもう一つの地球は今のところ夢物語に過ぎないのです。結論、地球、それは命にとって唯一の奇跡。酸素があって水があって重力もちょうどいい。それがどれだけ奇跡か、宇宙を見れば一目瞭然です。火星では呼吸できず、金星では焼き尽くされ、木星では永遠に落下し続ける。タイタンでは凍りつき、系外惑星では条件すら不明。そんな中、私たちが生まれ生きて文明を築いてきた場所、それが地球です。当たり前のように感じている空気。しかし宇宙ではそれが最も手に入らない資源です。水も重力も適切な気温も、生命にとって必要な全てが地球には絶妙なバランスで存在しています。科学が進歩すればいつか他の惑星に住めるかもしれません。でもその日が来るまでは私たちにとって地球以外は全て即死領域と言っても過言ではありません。人間は宇宙へと夢を描く。だがその前に知るべきなのは、ここがどれほど尊いかということ。地球はただの青い星ではありません。命が生まれ育ち思考し未来を描ける場所。宇宙に立った一つの生命の奇跡です。